こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、はい、皆さん公開日がちょっとよくわからんねんけど、そろそろ秋になりますね。で、今日はですね、こちらのさつまいもを使ってあれを作りたいと思います。甘いやつです。スイートポテトです。じゃあ作り方いきたいと思います。で、まずじゃがいものまずさつまいもの端っこを切り落とします。キッチンペーパーを水に浸してさつまいもを包みます。そしてラップで包みます。で、全部さつまいもをこれします。はい。で、こちらをレンジで蒸します。1個の場合は5分レンジでチンして裏返して2分チンします。さつまいもをチンしたらラップを取って半分に切ります。チンやとね、時間かかるんですよね、めっちゃ。しかも大量になるから。なんかちょっと一旦半分に切る。ちょっともしこういうねことする人ね、手切らないように気をつけてください。中をくり抜きます。めっちゃ熱いので気をつけてください。はい、じゃがいもをさつまいもをくり抜けたらマッシャーで潰します。ちょっと粗ごし感があっても美味しいんじゃないかなって私は思います。さつまいもが潰れました。ここに卵黄、グラニュー糖、バニラエッセンス、生クリーム、これを混ぜます。さっきくり抜いた皮にさつまいもを入れていきます。はい、こんな感じですね。厚めに盛った方がこんもりして美味しそうに見えると思います。盛れたらここに卵黄を薄く塗ります。ちょっとね、これね、こんもりさせたくってね、アルミホイルで皮を補強しました。この卵黄はね、いい色にするためのものです。はい、で卵黄が塗れたら焼きます。はい、トースターで5分くらい焼きます。はい、焼けました。いや、ちょっとね、ホイル本当はね取りたかったんやけど、なんかね、取ったらどうしても崩れてしまうけ、このままいきます。まあ美味しそうだから OK ですよね。で、そして最後仕上げにグラニュー糖をちょっとねのせます。そしてじゃん、バーナーで炙ります。燃えるな。ちょっと焦がしすぎちゃった。最後にアイスをのせます。冷蔵庫にちょっと入れとったけどいい感じに柔らかくなった。意外とスイートポテト大変でした。なんか想定外のことがね結構あってね、やっぱお菓子作りはねちょっとむずいですね。でも美味しそうにできたと思います。で、皆さんスイートポテトに世界一合う飲み物を知ってますか？牛乳です。マジでお芋と牛乳の相性は抜群すぎる。いただきます。美味しそう。中のお芋はね、滑らかミルクとお芋の感じになっとって、で、この表面はさ、このキャラメル入りしたからカリッとしとってすっごい美味しいです。甘さも程よいわ。めちゃくちゃ甘すぎるでもなく、ちょっと甘み足りんなってわけでもなくて、めちゃくちゃ美味しい。このアイスがたまらんわ。あったかいこのスイートポテトと冷たいアイス、100点満点です。この皮も食べよう。ちょっとオープニングよりもすごい暗くなっとるかなって思うんやけど、それだけ長時間撮影をしました。牛乳との相性最高。木のスプーンにしよっかな。
なんかスプーンをさアルミホイルにつけるとさスプーンの味がさちょっとアルミホイルのなんか感じにならん？気のせいかね。アルミホイルにこれでもして正解やわ。アイスが全部流れんですもん。結果オーライやね。アイスちょっとやばいわ。ちょっと吸収しよう全部。胸板からこぼれそう。皮もうまい。大概言われるけどね。よく言うよね、そうやって。皮の方はさ、やっぱりちょっと甘み少ないけど、このアイスがあるからマジで美味しい。私普通のスイートポテトはさ、昔よく作りよったんやからさ、このブルーレイのやつは初めて今日作ったな。お芋ってさ、結構保存が効くしさ、で値段もさ結構手頃やん。で栄養もあるやん。だけどお母さんがさよく買ってきとったんうちに。でおやつとかって何もない時自分でスイートポテト作ってね、よく食べよったっちゃ昔。スイートポテトって簡単よね。ちょっと大変やったけど。ほら、アルミホイルがないずくはさ、アイスめっちゃ食べとるよ。アルミホイルのおかげやわ。溶けたアイスがついてめちゃくちゃ美味しそう。この辺のアイスを抽出しよう。ブリュレめっちゃ美味しいわ。ほろ苦くてグラニュー糖を焦がしただけでこんな美味しくないんやね。でさ、昔はさ、撮影の時大食い、撮影じゃない時も大食いやったんよ。だんだん撮影の時大食い、普段の食事は3人前ぐらい、まあ多くても3人前ぐらいかな。そう、なんでそれはさそうかって言ったらさ、私めっちゃ食べるのはさ好きなんよ。大食いも好きなんよ。もう気持ちいいっちゃ気持ちいいよ、大食いしとって。でもね、その後ね結構体力使うんよ。なんか消化中にお腹がさ膨れとる時はさちょっとゆっくりしとかんといけんしさ。でもこの撮影の時に自分の大食いし体力を発散させて、で撮影やったらさみんなにもすごい楽しんでもらえるじゃん。やっぱりさ、なんか普段の食事でさこの量食べるのってさちょっともったいないなって最近思うようになってきて、最近はね普段の食事ねお野菜ばっかり食べるっちゃね、お野菜めっちゃ美味しいなって最近気づいて、撮影の時は撮影の時でこうジャンクな食べ物をガツガツ食べるのがめっちゃいいんやけど、だからなんかねそれがねすごいいいバランス。そんなに多くない量をこう噛みしめて感謝しながらありがとうございます美味しいですって、ね、思いながら食べてます。ほんとなんかね大食いするとさ別に味わってないわけでは全然ないんやけど、やっぱこう少ない量をさこう大事に大事にこうよく噛んで噛む前と噛んだ後の味すごいやっぱね体にもね吸収率がいい気がするんよ。そういうちゃんとよく噛んで食べた方が。で私やっぱりなんで太らんかって大食いなのになんで太らんかってよく聞かれよったんやけど、私はでもなんかそのやっぱ大食いってさすっごい食べ物食べるじゃんたくさんね。だから体がね吸収しきらんのやと思うよ。なんでそんなに食べても太らんのってみんな言うけど、みんなも逆にこんだけ食べれば太らんのじゃないかなって私は常々思っています。この説どうでしょう。なんかアイスがスイートポテト風味になっとる。普段の食事マジ自炊せんかったん今まで。でも別に最近も自炊しとるわけでもないんやけど、最近はこうお野菜を用意してレタスとかキャベツとかイタリアンパセリとかルッコラとかそういうのをこう洗って水切りで水を切って、その前に一番最初に水にさらすか。一番最初に水にさらして
でちょっとそしたらお野菜がシャキッとするんよ。食材をねこう美味しく美味しくそのまま食べるのがねすごい今幸せなんよね。でめちゃめちゃ感謝する。もうより感謝するようになった最近。前からさ私は食べること好きやし食べ物のこと大好きやけどさ、食べ物を残さんように絶対しようとかやったけど、最近はまたさらにもっともっと大事に食べたい感じです普段はそんな感じで、普段主食やとさ「撮影の時は主食にならないんですか?」って言ったらね、意外とそんなこともないよ。なんかね多分胃袋ってね常に収縮性があるのね。一旦伸びれば縮むこともできるし、またその大きさぐらいに伸ばすこともできるっぽい。大食いの時に来とったお医者の先生もそんなようなことをね言いよった。なんか食べなくなったらやっぱりご飯食べれなくなりますかって、その時さその大会頑張ってた時やったけどさ聞いたらさ「いや意外とそんなことないよ」って「胃袋はね伸びるよ」っつって言っとった先生も。うわーこのブリュレおいしい。ちょっと前も美味しいお米を出してくれるバーカウンターみたいなめっちゃご飯が美味しいところに行ったい。で5種類ぐらいのお米をさちっちゃい土鍋で5種類ぐらい炊いてくれる。お米を炊く炊いてくれるよねそうでこう上に書いてあるの笹錦とかコシヒカリとか金の三日月やったかな、なんかそんな名前のコシヒカリがあるみたいで、あとなんか何やったっけな、ちょっと名前忘れちゃったな。なんやけど写真は撮ったよお米がマジで美味しかった。蔵のさちょっとしたおかずをさちょこちょこつけてくれとるんよ。でそれを最初ねご飯だけで食べるよ。お米が甘いんよ。でちょっとお塩かけて食べるよ。でもそれまた美味しいよ。でまた最終的にこの明太子とかさイクラとかさ、本当にね幸せでした。また行きたい。家の近くにあのお店欲しい。お米って美味しいよね。お水美味しい。最近お水めっちゃ飲むようになったじゃん。私は肌が綺麗になった。私は本当最近ね大食いするのって一緒にいる人とか見てくれとる視聴者さんが喜んでくれる時だけ、そこに便乗して自分の大食い欲も満たしとる。でもね一人とかで食べる時はねなんか食べ物に申し訳なくってね食べれんことになってきた最近。それでお腹減らないのとか言われたりするんやけど、私ね結構ね満たされてから満腹までが長いの。もう満腹っていうのは苦しくて食べられんぐらいの満腹ね。だからほんと1人前ぐらいで満たされて、そこからはもうずっと幸せだいの。私は本当に幸せをね人よりめっちゃ感じられます。いいでしょうなんかそういう生活しとったらね、当然なんやけど痩せた。なんか今までね普段めちゃくちゃたくさん食べとったのがだんだん減っていって、今なんか最近なんかもう野菜とお豆腐ぐらいしか食べん。私大体それで味付けはお塩と味の素とお酢とオリーブオイルとかが多いかな。ドレッシングプシュンシャかけるのもね好きじゃなくなった。たまにやると美味しいんやけどね、シーザーサラダドレッシングとかね。ジャンクフードってさたまに食べるとめっちゃ美味しいよね。いつも食べてると本当ありがたみなくなる。だからそうちょっと鬱っぽくってさ毎日も3食ウーバーイーツの時なんかあんまり美味しさをね感じれてなかったの。なんか作業やったね。美味しいは美味しいんやけどね。でも今ほど幸せ感じれんかった。濃厚。お芋が濃厚。スイートポテト山盛りです。最後のスイートポテトです。スイートポテト、甘いお芋。うまい。
最後スイートポテトのお芋の皮の部分いただきます。ごちそうさまでした。ブルーレスイートポテトめっちゃ美味しかったです。しかもね、私さ昔よくスイートポテト作りよったって言おったけど、ああいう大きいお芋で作ったことはなかったよね。なんかちっちゃいお芋でいつも作りよって、カップに入れてよく作りよったよね。ちっちゃいお芋の皮に入れる時もあったけど、今回はこの結構大きめのお芋でスイートポテトを作ったからすごい満足感がありました。でクレームブリュレもねおしゃれやしね、美味しくなるしね、最高です。とっても美味しいので皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。秋といったらお芋ですね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。で私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイーターズスマイル。バイバーイ。なんかさグッドがさこうなって最終的にこうなったらどうしようこうなったらやばいよね。本日の体重です。変わらない感じですね。でなんかね最近ね私ね結構脂肪が減ったのかな。なんかね足とかねお腹もいいんじゃないかなっていうぐらいの見た目になってきております。なので40キロ台ではまだないんだけど、もういいかなっていうのはちょっとあるんですけど、はい、これちょっともう次回をお待ちください。はい。